今回はタロットカードのペンタクルの2の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第42話スタートです。カード名ペンタクルの2。ここにイケメンとは程遠い男がいる。名前を佐藤翔吾。年齢は30を超えていることは確かだ。今までに何度となく恋愛を重ねてきたが、どの恋愛も結婚にまでは及ばなかった。どうしてなのか、それは男にもわからないらしい。別に付き合ってきた女性たちから愛想をつかされたというのでもなさそうだし、自分から嫌になったというのでもない。単純に結婚する気にならなかっただけなのかもしれない。翔吾という男はイケメンではない割にモテるようで、一つの恋愛が終わると次の相手が現れる。かといって重複して女性と付き合うなどという浮気性な性格でもない。そのため自分では一途だと思っているようだが、果たして本当に一途なのかどうか。さて、こんなつかみどころのない男だが今も恋愛中だ。彼女の名前はあやめ。彩る女と書くが、確かに彩り豊かな才女のようだ。見た目は美しく、周りが振り返るような美人だ。仕事はバリバリこなすし、誰とでも仲良くなれる。コミュニケーション能力の高い女性のようだ。しかも野心家で、いつかは女性管理職になるというのが彼女の目標らしい。これほどの才女と付き合っている翔吾だが、彼の理想はまるで違う。その理想とは家庭的でどこか抜けていて、美人とは程遠いが可愛いハムスターのような女性だという。今まで付き合ってきた女性はどの人もそんな感じの人だった。それがどうして今回は才女と付き合っているのか。それはよくある展開から始まった。翔吾とあやめとは同じ会社に勤めている。誰にでも優しい翔吾はあやめを特別な存在とは思っていなかったのだが、一緒に仕事をしているうちにあやめの方は翔吾を意識し始めたようで、ある日残業の後一緒に飲みに行ったのがきっかけとなった。お疲れ様。なんだか疲れたわね。事務所に残っていたのはあやめと翔吾の2人。あやめからしたらこれはチャンスだと思ったようで、そう声をかけた。翔吾はにっこりと笑みを作りながら、そうだねと返した。お腹も空いたしご飯に行かない？ご飯と言われて、確かに空腹であることを思い出した翔吾はデスクの上を片付けながら何が食べたいのかと会話を弾ませた。結局のところ2人とも酒が飲みたいということで意見が一致し、駅前の安い居酒屋で夕飯がてら酒盛りしようということになった。あやめとは仕事の絡みはないため、普段から会話らしい会話をしてこなかった。そのためどんな話をしたらいいのかわからなかったが、そこはお互いに大人だ。雰囲気とノリでなんとかなるだろうと思った。あやめの方はというと、次から次へと話題を変えてくる。それが仕事のことであったり、趣味であったり、食べ物の好みであったりと、話題に事欠かないのだ。結局酒も入り、話も盛り上がり、楽しい時間を過ごした2人はいつの間にか付き合うことに話が決まっていた。翔吾という男はあまり物事を深く考えないタイプのようで、付き合ってほしいと言われればよほど嫌いなタイプでない限りウェルカムなのである。それゆえに今回もあやめの申し出を断る理由がないと思ったのだろう。こうして始まった2人の交際は4年の歳月が流れていった。
年下のあやめもそろそろ30歳を目の前にしている。そのせいか、最近では結婚というワードがよく口から出てくる。付き合って4年になるね。今日も酒を飲みながら2人の会話は進んでいた。ビールが好きなあやめと日本酒を好む正吾。2人の目の前に置かれたコップの液体は決して融合しないように思えた。それと同じだけ結婚についての融合はないように思われていた。しかしどうしてなのかあやめは正吾と結婚したがっているらしいのだ。うちの親がどんな人と付き合ってるのか心配してるのよ。確かに親ならば付き合っている相手のことを気にするかもしれない。それも4年もの交際を重ねているのだから余計だろう。それで一度相手に会わせろっていうの。さすがの正吾もすぐに返事はできなかった。親に会うということは結婚を意味するような気がしたからだ。だが結婚となるとどうしたものかと思う。あやめは付き合うにはいい女だと思う。話題も豊富だし、お互いに仕事のことを理解している。同じ会社にいて、部署こそ違うが仕事の内容としては通じるものがある。お互いの価値観を押し付けることもしないし、正吾がどうでもいいと思うところはあやめがしっかりとリードしてくれる。おかげでデートのたびに行き先で悩むこともない。女性を楽しませることについては全く気が回らない正吾でもあやめとならば何も考えずに済むのだ。しかしこれで結婚生活が成り立つのだろうか。別に親に会ったからって結婚しようってことじゃないのよ。親がどんな相手なのか見ておきたいっていうそれだけなの。まったく面倒だよね。さっぱりした性格のあやめはそう言うが親はどうなのだろう。それに私はさ、結婚したからって仕事を辞めるつもりはないし、子供も欲しくはないのよ。子供がいたら仕事がしづらくなるじゃない？問題はここだと思うようで、正吾は顔を曇らせた。でも結婚はしたいんだろう？そりゃそうよ。私だってもうすぐ30だもん。結婚せずに人生が終わるなんて嫌よ。俺は結婚するなら子供が欲しいし、奥さんには専業主婦になってほしい。時代錯誤だなあ。あやめはそう言って笑った。あやめからしたら正吾の言っていることは時代錯誤という4文字で片付いてしまうような話のようだ。時代錯誤ってことはないだろう。仕事から帰ったら家の中がきれいに片付いていて、温かい料理がテーブルに乗っている。風呂が沸いていて、かわいい子供がいる。まさに理想だよ。古い。女だって働く時代だよ。それに共働きならば収入だって2倍じゃない。あなた一人の稼ぎじゃ贅沢なんて何もできないじゃないの。確かにその通りで、共働きを拒もうにも実のところは生活が回らないような気もする。しかしそれでも妻には家にいてほしいと思うわけだ。それのどこに問題があるのかと正吾は不愉快にさえ思った。こんなに結婚に対しての考え方が違うのに、果たしてあやめと結婚してうまくいくのだろうか。正吾が結婚に対して踏み切れないのはそこのところが大きいようだ。とはいえ4年もだらだらと付き合ってきたのだから、この辺で両親に会って挨拶をするのは男として当たり前のような気もする。結婚に関しては歩み寄りが見られないと難しそうね。冷たく言い放つあやめに、確かにそうだねと答えはするものの、正吾自身30をとっくに過ぎているのだ。例えばあやめと別れて今から別の女性と付き合ったとして、果たして結婚までこぎつけることができるのか。いや、そこの努力と時間については何とかなったとしても、それが本当に幸せにつながるのか。結婚というのは人生最大の博打だというが、その博打に勝算がどの程度あるのか。
あやめと結婚したら一生尻に敷かれそうな気もするわけだ。そんな話があり、親に挨拶に行くのはもうしばらく延ばそうということになった。結婚の意思もはっきりしていないのに、親に会うのは違うような気がした。という理由をつけはしたものの、逃げているだけというのが本心のようだ。あやめからしたら年齢的になんとか結婚したいが、今の正吾の煮え切らない態度ではいずれは自分が折れて仕事を辞めなくてはならないような気がしていた。しかしもうすぐ30歳という年齢を鏡を見るたびに感じるあやめはさすがに焦りを隠せなかった。今日は疲れたからお開きにしよう。あやめにそう言われて正吾は確かに疲れてるなと思い帰ることにした。しかしあやめと別れてからもさっきまでの話が頭の中で繰り返されている。結婚したいというあやめ、子供がいらないというあやめ、仕事を続けたいというあやめ。ということは結婚後誰が家のことをやるんだろうか。掃除に洗濯、料理はどうするのか。そんなものをしなくても死ぬことはないというのがあやめの持論だが、それでは結婚する意味がない。正吾はため息をつきながら電車に乗ることもせずに歩き続けた。こうして夜の街をのんびりと歩きながら考えていたら、いつの間にか頭の中のもやが消えて整理できているのではないか。そんなありえないようなことを期待していたのかもしれない。答えを出さなければならない状況でありながらも、いまだに理想と現実の狭間で悩んでいるわけだ。そうだ、たまにはあそこに寄ってみるか。あそこというのは正吾が壁にぶつかったりした時によく行く店だ。小さなバーなのだが、店内に客はあまりいない。いつ行っても閑古鳥が鳴いているような店だ。よくこれで潰れないでやっていると感心する。見ればバーの看板には明かりが入っていて、客を呼んでいるつもりなのだろうが、店先の植物によって遮られ、看板を隠している。これで客に来てくださいと言われても、初めての客は素通りしてしまうだろう。ドアを開けると店内は薄暗く、カウンターの向こうにはバーテンが一人、コップを磨き続けていた。いらっしゃいませ。慣れたようにカウンターに歩みを進め、椅子に座った。正吾の他に客はおらず、隣の椅子にカバンを置いても誰の邪魔にもならない。お久しぶりですね。嫌味で言っているわけでもなく、バーテンは笑顔でそう言った。だいたいお久しぶりと言われるほどしかこのバーに足を向けることはないのだから、言われても仕方のないことだ。何になさいますか？バーテンの後ろには大きな棚があり、そこにはあらゆる酒が並べられている。正吾はちょっと考えてから、ゴッドファーザーと言葉少なに答えた。映画ゴッドファーザーにちなんで作られたカクテルで、正吾は幾度となく映画を想起しながらこのカクテルを堪能してきた。そして今日も香ばしい香りとウイスキーの濃厚な味わいに酔い、頭の中のもやを振り払おうと考えたようだ。お疲れのようですね。バーテンは琥珀色の液体が入ったグラスを正吾の前に置くと静かにそう言った。疲れているというか、ちょっとね。今の状況を疲れと取られても、それはあまりにも安易すぎると思った。人生の大博打を前に簡単な言葉で流されたくはないと思ったのだ。正吾はグラスを口につけるとアーモンドの香りを堪能した。実はね、ちょっと悩んでることがあってね。ここに来るとつい本音が顔を出す。居酒屋やスナックなどではできないような話でも、この店だとすんなりと話してしまう。正吾は自重気味に笑うと心の荷物を下ろすように話し出した。4年も付き合っている彼女がいるんですが、
彼女もそろそろ30を前にして結婚を望んでいるんです。でも彼女と俺とでは結婚に関して考え方が大きく違う。最初はノリで付き合ってまさかこんなに長く続くとは思っていなかったんですよ。今になって逃げるつもりはないんですが、あまりにも考え方が違うので、本当にこれでいいのかって行き詰まってしまって。正吾は今までのいきさつを酒を口に含ませつつ語り出した。語っているうちに自分の中に答えが生まれるのではないか。今までがそうであったように今回もと期待していたのかもしれない。しかしどんなに話しても自分の中に解決の糸口が見つからないのだ。なるほど。理想とは違ったお相手なのですね。そうだね。俺が求めていたのは温かい家庭だ。でもこのままだときっとその逆になりそうで、それならば俺の理想を求めて今の彼女と別れた方がいいような気もするし、でも愛していらっしゃる。バーテンの言葉に正吾の手が止まった。冷えたグラスは2杯目となり、グラスの中で氷が音を立てて崩れた。その音がバーテンの言葉と重なり、正吾の心に突き刺さった。愛しているのかと問われれば、確かに愛しているのだろう。愛してもいないまま4年間を過ごすことはできなかったはずだ。何度ものデートを重ね、その度に肌を重ね、2人で同じものを見て、同じ感動を共有してきた。彼女と共に過ごした時間は確かに楽しいものだったはずだ。でもね、結婚となるとどうなんだろうと思っちゃうんだよ。バーテンは磨き上げられたグラスを置くと、手にしていた布巾を畳みながら言った。占ってみましょうか。そういったバーテンの顔は表情を全く変えず、ふざけているようでもない。占う？はい、遊び程度ですが、もしかしたら何かの糸口になるかもしれませんよ。そう言って出してきたのは小さな黒い箱だった。箱を開けると、そこには真っ白で光沢のある布が出てきた。バーテンは箱の中から丁寧に布を手にすると、おもむろに開き出した。ずいぶん慎重だね。遊びとは言いましてもタロットカードですから、それなりの扱いが必要なものだと聞いております。たかがカードごときにそこまでするものなのかと、正吾はバカバカしいと思った。さらにはこんなカードごときに俺の悩みが解決できるはずがないとも思っていた。しかし確かにバーテンが言うように何かの糸口が見つかるならば、これも一興なのではないか。これで金を取られるというのならば断るところだが、バーテンは遊び程度と言っていた。ということはこれで金を取られるはずはない。まあ客もいないから暇つぶし程度のことなのだろう。そう思っている間にバーテンは手の中に収めたカードを切り始めていた。では現在お付き合いされている方との相性から占ってみます。そう言うと一枚のカードをめくって見せてくれた。その結果、相性はいいとのことで、これ以上の相手はいないという答えだった。確かに相性が悪いのならば4年なんて長い期間交際を続けることはできなかっただろう。しかしこれ以上の相手はいないというのは言い過ぎのような気がする。お相手の方は子供が好きでとても愛情豊かな女性のようですね。そこも当たっているように思う。デートの時に子供の姿を見つけると目を細めて見つめていることがあるし、子供のことを可愛いとも言っていた。それなのに自分の子供は欲していないのだからわけがわからない。そんなに子供が好きならば結婚したら子供が欲しいと思うものだろう。それでは最後に今のお相手のままがいいのか別の方へと道を変えるべきかですが、
バーテンは最後のカードだと言いながら並べられているカードをめくってみせた。ほほー。カウンターの上に並べられたカードたちはスポットライトのような照明を浴び、薄暗い店内の中でも自分の存在を誇示しているように見える。しかしその中でも最後のカードはまるで光を放っているように見えた。このカードが出たということは、バーテンは正吾の前にカードを差し出し、ゆっくりと話し出した。このカードは満ち足りた人生を営むためには、今あるものの良さを評価し、それを大切に扱い育てる方が、与えられた無限の可能性を切り開いていけると伝えているのですが。ということは、今の彼女との愛を育てることが幸せへの道だってこと？そのようですね。ですが、これはあくまでも占い、気休めでしかありませんので、最後はご自分次第ということです。思わず占い師に的を射抜かれたような気がした正吾は、ここまで人の気持ちを持っていきながら最後は突き放すのかと悔しい思いがした。しかし引き込まれたことを暴露するのはさすがに恥ずかしく、ああそうだねと笑って言ったのだった。店を出た正吾はほてった体を夜風で冷ますように歩いていた。まだ心の中には悩みが解決する兆しは見えていないようだ。何度も歩いては止まる。その姿は人生最大の悩みの前で苦悩に打ちひしがれているように見えた。そうこうしていると川べりに出た。水面は静かで月の光が反射しているのか美しくさえ見えた。ふと足を止めた正吾は川べりに視線を合わせた。思い出すのはあやめとの時間ばかりだ。一緒に歩いた公園、一緒に食べた料理、一緒に酌み交わした酒。決して一人では行かないような遊園地。子供がいたら楽しいだろうとは思ったものだが、あやめとの遊園地も楽しかった。あやめはどこにいても楽しそうに笑い、どこにいても話がやむことはなかった。それでいながら道端に座り込んでいる老人を目にすると声をかけ、困っているならばと手を貸した。仕事中のあやめはできる女というイメージが強く、そんなことを自分から進んでするようには見えないだけに、女性らしい優しさを見せつけられると驚くことが多かった。もしかしたらと正吾は思う。もしかしたら本当のあやめを知らないのではないか。あやめの口から出る言葉だけを鵜呑みにして本来の心の内を見ていないのではないか。もしそうだとしたら自分は大きな勘違いをしているのかもしれない。正吾の中に別のあやめが浮かんできた。それは今まで想像することすらできなかった姿だ。エプロンをつけ料理をし子供をあやすあやめ。そんな想像をしたところで現実にそうなるとは思えないが、もしかしたらあやめという女性の本来の姿なのではないか。正吾は水面に浮かぶあやめの姿にもう一度考え直すべきだと思い始めていた。それから数日後のことだ。正吾があやめを呼び出した。あの日以来あやめの方から連絡が来たことはなかったし、これで連絡しなければ終わるのではないかとさえ思われた。それならそれだけの関係だったのだと思うこともできたが、どうしてもそれで終わってはいけないような気がしたのは、あの日バーでの占いが心に残っていたからかもしれない。それに川辺で思い浮かんだあやめの姿。どうしたの？呼び出すなんて珍しい。割りびれることもなく正吾の姿を見たあやめが言った。あやめを待っていたのはいつもの安い居酒屋だ。周りでは水客が声を張り上げビールジョッキを傾けている。そんな中あやめはビールを注文すると仕事の疲れを吹き飛ばすようにジョッキの半分のビールを胃に流し込んだ。その姿を見ていた正吾はこの豪快な飲みっぷりの女性と
別れることは得策ではないような気がしていた。今までの女性と比べるのは失礼なことだが、確かに違いがありすぎる。全く別の今まで付き合ったことのないタイプであり、自分の理想とは大きく違うが、一緒にいて楽なのは確かだ。それに安心して見ていられる。可愛いだけの女性というのは安心して見ていることはできず、酒を飲んでいても自分が酔うことなんてできなかった。いつでも相手を守るために自分が強くなければならなかった。相手のために常にそれを考えて行動していたように思う。しかし、あやめとの時間にそんなものは存在していなかったのだ。それに気がついた正吾はおかしくなり、笑いがこみ上げてきた。何よ、人の顔を見て笑い出すとか失礼じゃない。確かに失礼な話だ。だが、正吾は楽しくて仕方がないという気持ちを隠せなかった。今日はクレームの嵐だったんだよ。もう疲れた。それなのに新人の子は全く使えないし、しかも使えないって分かってるのに、私に教育担当が回ってくるしで、これからが思いやられるわよ。あやめは仕事のことで愚痴を言うタイプではないが、本当に大変だったのだろう。珍しく正吾に愚痴をこぼしていた。あやめも愚痴を言うことがあるのか。それはあるわよ。私だって人間なんだから思うところだってあるわよ。でも今まで愚痴なんて聞いたことなかったから。それは愚痴を言われるのなんて嫌だって思ってたから。でもさ、正吾には言ってもいいかなって思ってさ。あやめが言うには、今まではどこかで自分を飾っていたように思うということだった。正吾に気に入られたいという気持ちが本来の自分を隠していた。ところが先日のことがあり、本来の自分を丸ごと理解してもらわなければ、結局は一緒に暮らしても行き詰まってしまうというのだ。だからもう自分を隠すことはやめるの。私だってごく普通の人間でごく普通の女なんだからさ。弱いところだってあるし、いくら仕事が好きでもそればっかりじゃないわけだよ。わかったかね、明智くん。わかったわかった。じゃあ俺もホームズに本音で行こうじゃないか。こんな軽口が叩けるのもあやめだからだろう。正吾は日本酒を口にするとあやめに言った。あやめのご両親に会いに行こうか。両親に会ったところですぐに結婚しようとは思ってはいない。しかし、あやめという女を他の男に取られることだけは避けたい。それが正吾の本音のようだ。そうだね。結婚についてはもっと話し合ってからにしよう。そうは言いながらもちょっと悲しそうな表情をした。しかし今はまだ結婚というゴールに向かうことはできない。もっとあやめとの時間を濃密なものにして二人の関係を育てていることが大事な気がしているのだから。そしてこの恋愛が成就した暁には二人の新たな門出が待ち受けているのだろう。正吾は日本酒の入ったグラスをビールジョッキにカチンと当てるとにっこりと微笑んでみせた。あれから3年の歳月が流れ、今正吾という男の横にはエプロンを締めたあやめがいる。結婚こそしたものの、結局あやめが仕事を辞めることはなく、共働きを通している。ただ結婚して半年が過ぎた頃、あやめから子供が欲しいと言われたのには驚いた。どんなに子供の話を向けてもうんと言われることがなく、それならば子供がいないままでもいいのかもしれないと思い始めた頃のことだ。正吾は喜びに歓喜した。そのおかげで二人の間にはいつでも子供の姿があり、正吾は良き父であろうと頑張っている。実際のところ子育てがこれほど大変だとは思っていなかった正吾だったが、妻のために子供のためにと毎日を必死に生きている。
妻となったあやめはというと、タロットカードが言ったように、正吾にとって最高の伴侶として毎日温かい家庭を築いてくれているようだ。いかがでしたでしょうか。このカードは満ち足りた人生を営むためには今あるものの良さを評価し、それを大切に扱い育てることが与えられた無限の可能性を切り開いてゆけると伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。